ベストバイ2026上半期。こんにちは、トバログです。今回はですね、この季節がやってきてしまいましたというところで、ベストバイ2026上半期を紹介していこうと思います。今年もね、結構いろいろ面白いガジェットが、例年よりも前半に結構面白いガジェットが来てるなっていう気がしていて、その辺のガジェットの話も紹介しつつ、日常的にこれはいいなと思って使ってるものたちもたくさんあって、その中からベストバイを選んでいくっていう感じですね。今回は10個ノミネート、ベストバイのノミネートをしていて、その中から1つベストバイを選んでいく形にしようと思います。というわけで早速いってみましょう。はい、というわけでノミネート受賞1つ目がこちらですね。Xiaomi 17 Ultra。これね、ケースをつけているのでちょっと外して紹介しようかな。よいしょ。ガシッとケースを外して紹介していくんですが、Xiaomi 17 Ultra は正直いろいろね思いはありつつも、なんだかんだめっちゃ楽しいです。めっちゃ楽しいスマホだと思います。スマホとしてもね普通に使いやすいんですが、やっぱカメラですね。ポートレートがやっぱねすごくこだわりを感じていて、こんな感じでレンズのボケ味、後ろのねボケをどういう風にするかっていうのが5段階から選べるんですよね。これで撮った写真が結構面白い。こんな感じです。なんかね、このふわっとなんかちょっとオールドレンズで撮ったかもみたいな雰囲気だったり、こんなに背景ボケて、なんかこのピント面のくっきり感がこうやって浮き出る感じとか、あとこのフィルターでこの写真を撮ったらどういう風な背景になるんだろう、なんかボケ味写真になるんだろうみたいなのが結構このシミュレーターが面白くてですね。でたまにねこんな感じで当たりのなんかみたいな、こんなことまでできちゃうのっていう写真もあれば、例えばこういう風にやっぱり人工的な修正入ってるよねみたいなところだったり、そのね振れ幅も結構あるので難しいは難しいんですけど、すごくこの写真というか持ち歩く端末としてはこれで撮ったら次どういう写真なんだろうが楽しくて使っております。出た当時はこれ20万円ぐらいするので結構高いかなと思ってたんですが、最近もうスマホもやっぱ30万円にね近づいてきているところなので、なんならちょっと安いかもみたいな、最近で言うとちょっと安いかもっていう部類に入ってきたので、これはね結構ベストバイでありつつおすすめもしやすいかなって感じですかね。でちなみにこのケースに関してはこれ台湾で買っているんですが、日本では技適がないのでちゃんと申請をして使うっていう感じです。はい、続いてはじゃん、 MacBook Neo ですね。これ今シェルケースを装着している状態でこのままお話ししていくんですが、MacBook Neo は結構衝撃的なアイテムですよね。この筐体のこの感じで、しかもスペックもそこそこ 8GB メモリーとはいえユニファイドメモリーって言って、このストレージ側のねメモリをちゃんとこっち側で使うことにより動画編集も意外と行えてしまう。 4K 動画も再生編集が一応カクつくけどできるっていう、それでいながら、10万円台前半、最近値上げされてちょっと高くなってるんですが、10万円台前半でこのスペックが変えてしまうっていうのはこの金額帯では唯一無二なんじゃないかなっていう、そこが結構ベストバイたるゆえんかなと思います、一般的に。でトバログとしてなぜこれベストバイノミネートかというと、ちゃんと、ここのキーボードですよね。ここのキーボードが白とかライトグレーの MacBook ってほぼないので、基本は家での作業はこの MacBook Pro があるのでこっちで行っちゃっていて、じゃあどういう時に使ってるかっていうと、これがなんか動画書き出しとかクロードコードとかでいろいろわちゃわちゃやってて、もういろいろこの SSD とかつなぎまくって、このデスクから動かせないっていう時とかに、これリビングに持ち出してちょっと違う作業をするとか、そういう使い方をしている感じです。なので今のところそういうがっつり使うわけじゃないんですけど、この見た目と、そういう時にね、サブの PC として持ち出せるっていうところがいいかなと思って、あと買い物としてはすごくインパクトがあったので、これはねベストバイ入りしております。
はい、続いてのベストバイノミネートはこれですね。エナジーラインっていうこう見えて電源タップで、これがすごく個人的にはね良かったなと思っています。これ何がいいのかっていうと、まずねこの見た目ですよね。これ今デスクの端っこに設置しているんですが、このなんか電源タップっぽくないこのラインがね2本引いてあるだけのこの雰囲気がすごくいいです。なんか電源タップがあると結構これ電源タップだな感が出るんですが、その辺がうまくね消されているところが一ついいポイントで、これ自体はねクランプ式でよいしょ取り外すとこんな感じの電源タップになっています。意外と縦長な感じなんですが、これで机をパチッとね机にパチッと挟むことで電源タップが全然目立たなくなるっていう、これがねすごくいいところですかね。基本デスク上はなんか配線でぐちゃぐちゃにしたくないので、こういうところに、ね、常設することはないんですけど、時々この辺に充電周りとかなんかちょっと電源欲しいなっていう時に重宝していて、例えばこういうね電源があるんですが、これをガシッとこんな感じでガシッと挿すとこれで一応何でも充電ができるっていう、そういう時々充電する用のコンセントとしてはすごくいい感じです。若干難点としては価格が結構高くて、ただの電源タップではあるんですが7000円ぐらいした気がします。なので万人におすすめするわけではないんですけど、こういう自宅でねこういうミニマルなセットアップにしたいっていう用途の電源タップとしてはかなりいいんじゃないかなと。はい、続いてはこのガジェットポーチの中に入っているんですが、よいしょ、これですね。じゃんとこのシャオミのめちゃくちゃ薄いモバイルバッテリー、ウルトラフィンバッテリーがこれはめちゃくちゃ良かったですね。これ何がいいのかっていうと、まずサイズ超コンパクト、めちゃくちゃ薄い、この感じでいつでもカバンの中に忍ばせておけるっていうのが最高なポイント。そしてもう一つがこのサイズ感で 5000mAh っていうところですね。いやすごくない？これちょっと前に僕が使っていたアンカーのね 5000mAh、 同じく 5000mAh のモバイルバッテリーがこんな感じなんですよ。これはねプラグが備わっているので若干大きめではあるんですが、サイズ感はちょっと平べったいかなって感じだけど、薄さが段違い、5枚分ぐらいあるんじゃないか、4枚分ぐらいあるんじゃないかっていう感じなんですが、このサイズ感で収まってくれることで、基本的にこういうねガジェットポーチの中でも結構場所を取らずにこういうなんかねケーブルとかそういうカード類をしまうような場所にスッと収められるっていうのがやっぱ良かったですね。これはベストバイたるゆえんかなと思っています。で一応ねマグセーフでこうやってカシってスマホに充電することもできるんですが、ちっちゃいケーブルとか挿せばねここに USB-C ポートがあるので、これでスマホ以外のガジェットも充電できると。重さもめちゃくちゃ軽いと思うんだよね。これ多分重さも相当軽いはず。よいしょ、うわ 99g なんだけど 100g を切っています。めちゃくちゃ軽くてこんな感じで薄いので日常的に持ち歩くのに最適な感じですね。こうやってね旅行の時はさすがにこれだと足りないので、こういう大きめのモバイルバッテリーが、どうしてもねガジェット好きとしては必要になってくるんですが、日常的にカバンに忍ばせておくっていう用途だとこれが今のところすごい今年のベストバイ入り確定アイテムです。はい、続いてのノミネートはコクヨのイングクラウドっていうこのオフィスチェアですね。いやこれに関してはやっぱねすごく買ってよかったなと思います。実はね去年の末にこんな感じで動画を上げてるんですが、これはねタイアップ企画で実際に購入したものが届いたのは今年の1月だったんですよね。なのでそこから半年間使ってるんですが、やっぱなんだかんだいろいろねオフィスチェア使ってるんですけど、全部ね並行しながら使ってるんですけど、一番座ってる時間が長いのはこのイングクラウドですね。こうやって座るとこんな感じで分かりやすくね動くとこういう風にね体全体がバランスボールみたいにグイングイン動く感じになります。
これはね結構購入する時に分かりやすいポイントなんですが、一番いいなと思うところはやっぱ座り心地かな。なんだかんだ言ってこの座った時のねこのふわみたいなみたいな感じで、この腰とお尻周りをこういう見た目ながらがっちりこう掴んでくれる感覚があるんですよね。で普通のオフィスチェアだと結構こういう感じでガチッとね腰回りを固められると、動かないからサポート感はすごいいいんだけど、なんかね動きがないとちょっと疲れる感じがあるんです。凝る感じというかそういうところがあるんですが、イングクラウドはガチッと固定しながら、ここをねこうやって動かすこともできるので、そんなにこう血流がたまる感じがしないというか、その辺がなんか実際にやっぱ長くね動画編集とかしていると座る必要があるんですが、そういう時にめちゃくちゃいいなと思っています。アーロンチェアに関してはサポートの感じが結構対極というか、これは全く動かなくてこうグイッとねこれなんというかまたちょっと違う感じなんですよね。どっちかっていうと背中側とかこの辺をねサポートしてくれる感じがあって、すごくいいんですが、座り心地でいうと結構アーロンチェアと全然対極にいる感じなんだけど、なんかしっとりと体に馴染む感じ、自分の体の関節パーツの一つみたいな感じで座れるので、それがすごく気に入っています。あと余談で最近子供が大きくなって重くなってきたので、こういうね無理な姿勢をしてるとちょっと腰を痛めちゃってるんですよね。ここ2ヶ月ぐらい若干腰をねぎっくり腰みたいな感じに近いと思うんですけど、そこでね改めてこのイングクラウドの腰回りのサポート感を強く感じましたね。で難点というとやっぱここのねアームレストの部分がちょっとカタカタなってこういうタイプなんですよ。なのでこのまま出ようとするとちょっとこれがね邪魔になるっていうところと、でもこれをここまで曲げないとこのアームレストの部分を使いながらキーボードカタカタするのがね結構難しいぐらいの距離になっちゃうので、この辺はなんかねいい解決策があれば嬉しいなっていう感じですね。そんなところかな。もしデスクワーカーで腰周りがちょっと気になるなっていう人がいたら、結構このサポートの回り込んでサポートしてくれる感じはすごくいいのかもしれません。はい、続いては、これですかね。今年買ってよかったものの中でも相当上位に来る EvenG2。EvenG2 はかなりこれ買ってよかったけど、外出時に使っているっていう感じの、スマートグラスです。これはねいわゆる AI グラスで、こうやってバシッとかけるとここにね画面が現れて、それでちょっとしたステータスバー的なね情報が見れたり、あと前にも紹介したんですがクロードコードとかこういうのを接続して歩きながらこのマイクを接続しながらねいろいろと話してクロードコード上で Mac で動いてるやつと連携を取るみたいなことができるっていうやつですかね。でこういう AI スマートグラス系実際使うっていう話なんですが、外出時は結構いいにしても自宅ではそんなつけてることはないですかね。基本僕パソコン作業なので、パソコンしてる間そんなにね、このグラスを見るっていうこともないし、あとは僕裸眼で 1.5 ぐらいあって視力結構いい方なのでこれは伊達メガネなんですよね。で伊達メガネなので1枚かまさない方が基本はいいから自宅ではつけてないんですが、外だとサングラスっていう意味が追加されるので、これでこうやって使っているっていう感じです。世の中にはね2種類のグラスがあって、スマートかスマートじゃないかがあると思うんですけど、ガジェット好きとしてはスマートな方がいいよねっていうところで、これは普段愛用していますね。体験としてはねすごく新しいし、これから何かしらでブレイクスルーポイントあるんじゃないかっていうね期待も込めてちょっとベストバイ入りしています。あとは結構海外にねこれからも行く用事があるので、そこでこれをつけてリアルタイムを常にオンにしておくとか、そういう使い方もね結構意外と便利で、この間こういう風に台湾の人のカバンの中身も取材してきたんですが、半分から7割ぐらいは翻訳してくれるかな。その他はちょっとね同音異義語で間違えて翻訳されるとかそういうのもあったりするから、100% ではないんですけど、ある程度ね助けにはなってくれるので、そういうところも込みでベストバイ
入りっていう感じですかね。結構価格も高いので、一般的に本当にね万人におすすめっていうよりかは、本当にこういう新しいものを試したいっていう人のためのアイテムだと思います。あと3世代ぐらい経つと一般的にすごく良くなるんじゃないかな。はい、続いてのノミネートアイテム、地味なんですがこれですね。このサイナスリンスっていう鼻うがいが、これはなんか今年相当良かったかもっていうベストバイノミネートアイテムです。どういうものかっていうと、こんな感じでポーに入ってるんですけど、パウチ、こういうねパウチに入ってるもので、この中には重曹みたいなやつと、あと塩みたいなやつが入っていて、これをここまで入れて水に溶いて、でこう鼻にねシュッてやっていくと、鼻うがいができるっていうものなんですよ。で僕の場合風邪をひくと鼻の形がちょっとおかしいのか、結構鼻水で匂いがわからない期間を引きずるんですよね。だいたい2週間から1ヶ月2ヶ月ぐらいね、結構匂いがわからないみたいな時期があったりして、その間コーヒーもビールも全然楽しめないところなんですが、最近子供もやっぱね保育園に行って風邪をもらってきて、でまた風邪ひいて、治りかけた頃に風邪ひいてっていうのを繰り返していて、その状況をなんとかしたいと思っていろいろ調べてたところ、どうやら鼻うがいは結構そういう鼻炎とかにいいらしいぞっていうのを見つけて、でいろいろ試した中でこのサイナスリンスがすごいね効果があるというか、すごい鼻の通りと匂いがね分かりやすくなったので、これはもう定期的に続けています。でサイナスリンスのいいところは、これ250本入ってるのに3000円ぐらいで買えるっていう安さですね。半年以上使えるのにその価格で収まってくれるっていうところと、あと1回あたりの量がすごく多いです。単純に洗浄する量が大きいのと、あとこのスティックもすごく価格が安いっていうところから、これはもう愛用していますね。でこれをやるようになって匂いが結構分かりやすくなってきて、コーヒーのねニュアンスとかもちょっとずつなんか分かるようになってきてるんですよね。でハンドクリームの匂いも分かるし、お香とか近くに焚いてたらねお香の匂いも分かるしっていう、物がいいっていうよりかは習慣自体がすごくいいなっていうところなので、今回はこれベストバイ入りしております。はい、続いてのベストバイは、これ多分動画でもね紹介してなかったんじゃないかなと思うんですが、これですね。よいしょ、じゃんと白神山地の水の20リットル入ってるこのねタンク、これがめっちゃ買ってよくて、これはもう何回もねリピート買いしています。で今年から買い始めてもう5回目ぐらいかな、リピートしているので、ちょっとベストバイノミネートで紹介していきます。まず白神山地の水は多分知ってる人なら知ってると思うんですけど、コーヒーとかお茶とかそういうのをね入れるのにすごく適した水らしいんですよね。なので結構ねよく行ってるコーヒー屋さんとか、美味しいお茶コーヒー水にこだわってる、味にこだわってるところだと大体この水を使ってるらしいんですけど、これが Amazon で確か20リットルで1800円ぐらい、1リットルあたり100円以下で購入できるっていうところで、これはもうね購入して、そういうお茶とかコーヒーとかを入れる時に常備しているって感じです。よいしょ、こうやって下を見ると分かるんですが、マグネシウムとかカルシウムとかその辺がめっちゃ低くて、高度 0.2 です。で pH が 6.6 で若干酸性寄りなのかな。これいいのが、この段ボールみたいなやつに入ったまんま、ここにねコックみたいなのついてるんですよ。ここの取っ手みたいなのついてて、これでキュッて回すだけでこんな風にね水が出せるので、冷たくしたり温めたりはできないんですけど、本当ウォーターサーバー的な感じでね使うことができるので、結構その辺がいいなと思っています。美味しい。もともとねウォーターサーバーは使ってたんですけど、ウォーターサーバーってやっぱね月に届く水の回数とかが決まってたりして、季節によってね、追加もできるんだけどちょっと割高になっちゃうんですよね。サーバー自体も場所を取るし、そのねせっかくウォーターサーバーがあるのに、コーヒーの水ちょっと容量足んないから今日は水道水で入れるかとか、そういう感じに結構なってきちゃったりもしていたので、これであれば備蓄水にもなるし、日常的にもね使えるしで、そしてコーヒーとかも
あんまり味の違い僕はそこまで分かってないんですけど、美味しく入れられる、味が濃く入れられるって感じがする気がするので、これはねそういう意味でベストバイ系のアイテムですね。もしね毎日豆からコーヒーを入れてる人、そして自宅で炭酸水を作ってる人とかには備蓄水としてもおすすめだし、日常的にね使う水としてもすごくいいと思います。はい、そして続いてのベストバイはじゃんとこれですね。この部屋のこのインダストリアル感あふれる真っ白な収納、これはめちゃくちゃ買ってよかったです。いやこれは最高ですね。なんだかんだねこういう収納ってちょっと今まで避けてたところがあって、普通の今住んでる家が一軒家なので、クローゼットもあるし、こういう感じでね見せる収納みたいなのも作ってたりするから、さすがに業務用っぽいこういうのはいらないかなと思ってたんですが、日々増えていくガジェット、キーボードのキーキャップ、タブレットとか辺とかがねドっていっぱい増えてくると、やっぱりちょっとね収納は隠したいっていうところで、やっぱりねちゃんとしたやっぱりねちゃんとした重さにも耐えられる頑丈な業務用ラックが欲しいと思って、ちょっと前に紹介した通りこの CS ラックっていうのを購入しています。こんな感じでね見た目的にもすごくすっきりしていいんですけど、この無印良品で購入した折りたためるこういうケースがあるんですが、それにこの3つ並べても結構ぴったりだったんですよね。後ろがちょっと飛び出てるんですけど、こういう風に3つ並べて、そんな違和感ないような感じで入るし、ここには小さめのやつが4つ入るしで、それぞれカメラはこことかケーブルはこことか、本のアイテムとかはこことか、そういうのをねこんな感じで仕分けしながら使えています。あと詳しくはね動画でも紹介してるんですが、ここをちょっとしたデスクっぽいスペースにすることで、ここで物撮りをしたりとか、あとは動画を撮る時のね物の一時置き場にしたりとか、そういうことができるようになって、これはかなり買ってよかったです。結構いろんなサイズがあったり段とかも自分で選べたりするので、もし気になった人は是非タバログの過去動画チェックしてみてください。これが、ベストバイノミネートですね。はい、続いてのノミネートアイテムは、このビジュアルがめちゃくちゃいいこのバックパック、デサントのやつでなんていう名前だっけかな、名前ちょっと忘れちゃったんですが、こういう感じのデイパックっぽいだけど結構容量があってカサカサした素材、そしてライトグレーの外観がめちゃくちゃ可愛いバックパックを2ヶ月前ぐらいですかね、 1,2 ヶ月前ぐらいに購入して、これはもう今日々使っています。ちょっと前にね、こういう感じでデサントのタイアップでこういうの紹介させてもらったんですが、それをね1年ぐらいずっと着用してたんですよ。でそれがすごい良くて、だけど色もうちょっと浅い色のバックパック最近欲しいんだよなっていうのがありまして、いろいろ調べた結果これ見に行ったらすごい良くてですね、そのまま購入をしたやつって感じです。素材感がね見てもらうと分かるんですが、これくしゃっとした和紙みたいな伸縮加工っていうらしいんですけど、塩漬けみたいにしてぐしゃっとして、それで耐久性とか、そういうのをね上げた素材らしいんですが、この素材が結構ね僕は好きで、かつこういう色になってるっていうのがいいですね。でこういう横の部分のこの取っ手っていうかファスナー部分も同じ同系色で染められていて、で中を開けるとこれがね結構個人的に好きなポイントなんですが、よいしょ、広めのこのね一つのポケットっていうところが、個人的にはバックパックとしてはすごく大事だなと思ってるところで、こういうねインナーボックスみたいなよりクッション性の高いこういうのを入れて使うことが多いんですよね。でこれを例えばねこういうカメラとかレンズとかをガシッと入れておいて、こういう感じでパコッとガジェット好き的にはね入れられるっていうのが結構良くて、マチがあるものがしまいやすいところが個人的には好きポイントです。ポケットも比較的いろいろある、最低限ぐらいかなとは思うんですけど、こういうねポケットが1234でバックパック、これ一応ちょっとクッション材が備わってるんですが、ここにね、ラップトップ用のやつがあって、で表側もパコッとこんな感じで比較的マチがね広めのこういうポケットがあるっていう感じですね。こういうホワイト寄り
のアイテムって結構女性向きのデザインに寄りがちだったりするんだけど、このデサントのバックパックは若干こうライトグレーなことによって、メンズがこう着用しててもそんなに違和感がないというか、なんかすごく可愛くなりにくい、だけどモードとかああいうねかっこよすぎる真っ白じゃないっていうところが日常的に使いやすいなと思っていて、その辺がいい感じです。はい、続いてのノミネートは、これちょっと地味かもしれないんですがめちゃくちゃ良かったので言うと、この Apple Vision Pro 用のデュアルバンドのデュアルストラップが、これがね良かったです。ビジョンプロ自体ねそもそも持ってる人もいないし、今使ってる人ほぼいないとは思うんですけど、結構いいんですよ。なんか XDR とかグラスXR グラス系も結構好きで使ったりするんですが、あれはどっちかっていうとモバイルモニターの代わりっていう感じなんですよね。こういうちっちゃいモバイルモニター持ち歩いてるみたいなイメージなんですが、ビジョンプロに関しては、正直重くてでかいはでかいんですけど、これがかなり普通の今使っているワイドモニターに近い感覚で使うことができて、さすがにねいつも持ち歩いてるわけじゃないけど、ちょっと泊まりがけで出かけながら、かつ動画編集も発生しそうな日とかはかなり重宝しています。で今までこういうね普通のバンドだったんですけど、前のモデルからこのデュアルニットバンドみたいなの追加されたんですよね。でこれが実際に試着してみるとすごく良くて、買いたかったんですが、なかなか在庫不良で買えず、最近になって購入してみたところ、これは激変するっていう感じです。本当に何が違うのかっていうと、普通のストラップだとこうやってねかけた時にここのガードみたいなのが必要なんですよ。でこのガードみたいなのをつけると、ここの骨のあたりがね僕の骨格だとちょっと痛くてなかなか耐えられないで、社外製のこういうバンドを使ってたんですが、これだと結構かさばるし見た目もあんまり良くなかったんですよね。で劣化してしまって、捨ててしまったんですが、このデュアルストラッププラスなんかこういうここにちょっと当てるだけのこのバンドをこうやってつけることで、そこのライトシールドを完全に外した状態で、このねゴーグル部分を浮かせた状態でこうやって装着できるようになりました。これは本当ビジョンプロユーザーじゃない限りは何言ってるか分かんないと思うんですけど、ここが空いてることで本当にいつものねパソコン作業環境に結構近いようなね、負荷が少ないような感じで使えるようになったっていうところが、このバンドありがとうっていう、このベストバイノミネートたるゆえんっていうところですね。ビジョンプロ自体ねもう今使ってる人はほとんどいないとは思うんですが、こういう風にモニターとして使う時にこのバンドがあるとすごく快適だったので、これはねちょっとノミネートしていく次第です。はい、というわけで今年のベストバイ上半期10作品がねノミネート完了したので、ここからベストバイを選んでいこうと思います。2026上半期ベストバイに選ばれたのはタン、はい、これですね。Xiaomi 17 Ultra、 これが、今年のベストバイ上半期第1位となっています。いやこれに関しては、本当性能面とかそういう機能性とかもそうなんですけど、単純にめちゃくちゃ面白い、なんかワクワクするっていうところで、これはねちょっと選ばざるを得ないかなっていうところですかね。さっきも紹介した通りなんですけど、このポートレートモードで撮るとどんな写真になるのか、写真というか画像に変換してくれるのか、どういうボケ感になって、これは失敗したのかそれとも成功したのか、そしてこの色にするにはどうすればいいんだとか、その辺がなんかね、これもうほんと単純にスマホのポートレートモードなんですけど、なんかね予想できないワクワク感がすごい詰まっていて、そこがやっぱ楽しかったですね。最近はね写真とかでもこれ写真なの AI なのっていうところが結構あると思うんですが、これに関してはそのなんだろうな、過渡期の最中を生きている、スマホカメラという感じがしていて、特にこのポートレートモードに関しては実際に自分で撮った写真、目で見た構図、光の感じなんだけど、ボケ感とかそのディティールとかはすごく AI で補正されているっていう、そのハイブリッドな感じが AI カ
カメラっていうか、今後のこういうジャンル、一つのジャンルとしても面白いなっていう感じがするし、単純にこれ AI だからって言って毛嫌いするような感じでもなくて、今はこのライカのシミュレーションなんだけど、もっと全然違う方向から進化するのかなっていう感じがしていて、その意味も込めてやっぱね楽しいですねっていうところで、今年のトバログベストバイこんな感じで終わりにしようと思います。トバログではこの動画の他にもいろいろガジェットのレビューもしているし、これ自体もねしっかりレビューしていきたいなと思っているので、ぜひねチャンネル登録をしてチェックしてもらえると嬉しいです。というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。